出ました。あー、バレました。あっと出ました。星野に来ました。今回は大型ドライフライ、ショートリーダー&ティペット、ショートドリフトでスポットを狙っていきます。またこれらを使ってライズ狙い、定位する魚を攻略していきます。S 字下流に移動してきました。ライズを見つけたんですが、ちょっと難しそうなんで別の魚がうろうろしてるので、こちらを狙ってみることに。星野ではライズしてる周りにも水面を意識する魚が多いということがあるので、ぜひやってみてください。取れちゃいました。いいですか。出てきたの。ほら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 。ごめんなさい。はい、出ました。先ほどゼロファイバーで1匹釣り上げましたが、このままノーメンテでキャストします。ゼロファイバーのいいところは1匹釣った後でもノーメンテで釣りができることです。ダウンクロスショートドリフトにおいては、リーダーを流れの影響を受けない棒のように流すことによってうまくフライが流れる。こういったことを意識してキャストしてます。ショートリーダーで巻き返しを狙うときは、リーダーの中点が中心になるようにキャストすると、フライをスポットにうまく運び込めます。開けたポイントに来ました。砂地にも星野らしいポイントですね。ライズがあったのでちょっとやってみようかなと思ってキャストすると、小さなニジマスが飛びついてきました。大きなフライを空中でも意外と見てくれているので、こんなこともあります。ここでもドリフトは短めにしてますので、区間短く何回もキャストしてみました。たまにメインリングみたいなことをやっておりますが、ラインだけ動かしてリーダーは棒のままにするように意識しています。新名生姜との合流点下流に来ました。でっかい魚が壁際に定位しているのを見つけて狙ってみることにします。マジンカディスをリーダー直結にしてチャレンジ。ここでもやや上流に構えて間口の広い側からキャストします。何回もキャストしているのは
距離を測ってるんですね。魚にインパクトを与えないように一発で決めようと思い、他のところでキャストをしてみます。いざキャストしてみると、ちょっとミスキャストした瞬間に前に出てきました。さっとフライを引いて再チャレンジすると一発で出ましたが空振りでした。マジかよ。漁協駐車場下流に来ました。ここは激戦区ですね。魚はいっぱいいてライズもしてるんですが、手前の魚も出ちゃうかもしれないよ。各出ない、測らないが多いんですね。ここでも12番の大きなフライでやってみますが、フライをかわされてしまいます。クルージングしてライズしてる魚がいたので狙ってみるとうまく出ましたがスルーでした。はい、出ました。補充します。補充します。大きいです。10番と12番と補充します。大きいです。ちょっと補充します。リターンして同じポイントに戻ってきました。大きな魚がいたところにもう一回再チャレンジしてみます。未練たらしくキャストを繰り返してますが、足のいいところは同じところに定位しててくれるので再チャレンジがしやすい。幸いにももう一回出ましたが、やっぱりかかりませんでした。同じ結果でした。広いポイントでライズがあったのでやってみます。下流側にしかポジションが取れないのでアップクロスでキャスト。ショートリーダーを棒のように流すことによってドリフト可能です。金田一上流に来ました。ここは今までの場所と違い水面が足場から近くて対岸の距離も近い。そのためか、魚は際どいスポットでライズすることが多いんですね。そこで真横からキャストします。ショートリーダーの特性を生かして際どいスポットにプレゼント。そうすることによって短いドリフトでも魚が出ることが多くなってきます。ああ、フライがおっと出ました。先ほど釣れた下流でもライズがありました。ここは足場が悪くてバックが取れないのでロールキャストしかできません。また間口も上流側にしか空いてないのでやはりダウンクロスで狙ってきます。低い弾道でうまくプレゼントしてリーダーをまた棒のように流していくと出ましたがやっぱりかかりませんでした。
本日の主要タックルです。ロッドハースト5番9フィート、リールエボ56番用、ラインダブルテーパーの5番、リーダーナイロンの 4X です。おしのは足場も高く、大型の魚がかかることもあるので、このくらいのパワフルなモデルが頼りがいがあります。手前の草を避けるためにも9フィートくらいの長さがあった方が頼りがいがありますね。マジンカディス10番を巻きます。60のスレッドで下巻きをがっちり入れてください。ここにダビングでボディ材をシャンクの半分ほど入れます。巻き終わった段地のところにゼロファイバーのウィングを取り付けていきます。パラシュートのようにたすき掛けをして立てて、ここに大型のハックル、ファイバーの長いところですね、これをがっちり取り付けてハックルプライヤーで巻いていきます。ハックルを巻き留めます。巻き留め終わりはスレッドの反対側がいいですね。間違ってスレッド切らないように、ここで 2,3 回転しっかり巻き留めて余分なハックルを切ります。この後ですね、このフライの特徴的なところですね、ウィングをこのように絞って後ろに持ってって前に向かって愛に向かって巻き留めます。で帯のようにくるくるっと巻き留めてあげます。そしてギュッと絞った後にまた倒した後にまた巻き留めてタコブみたいにしてあげる。そしてウイングを立てるとこういう風に広がります。余分なところをカットして出来上がりです。マントカディス12番を巻きます。60のスレッドでがっちり下巻きを入れてください。先ほどと同様にダビング材で半分ほどボディを入れます。また同じくゼロファイバーのウィングをたすき掛けで立てていきます。ここにパートリッジですとか水鳥の羽のような曲線のあるハックルを巻き留めます。巻き留めどころはファイバーと産毛の間を留めます。ここでファイバーの方側をハックリングしていきます。巻き留めましたら、今度はハックルプライヤーで反対側産毛の方の軸を掴んで1回転くらいウイングの愛に近い方に巻き留めてあげます。でこれもがっちり固定して余分な部分を切る。その後にウイングを愛の方側に倒してまた帯状に巻き留めます。で今度は愛の方に向かってスレッドを持ってった後にポストを立てるだけにしてフィニッシュします。こうしますとパラパラっと巻いたウイング、パラパラっと巻いたハックルがあたかも暴れてるかのように見えるといった形のフライです。